人生研究家、気になるあの人の歴史を今。こんばんは。日記岡日記です。早速ですが、この動画をクリックしてくれた人、すごいラッキーです。今日は白崎仁さんの歴史についてお話をしていこうと思います。誰やねんそれって思う人もいるかもしれません。しかし、このお話を聞き終わる頃には、この人の魅力にすごいどっぷりハマっていると思います。ホスト界の帝王、ローランドさんも目標にし、噂や評判でナンバーワンになり、そして我が道を進み、自分の手で成功を収めた男。その成功のその先は？早速、白崎仁さんの歴史について振り返ってみましょう。幼少期はご両親から愛情をたくさん受けた白崎さん。そのご実家は中華料理店でした。そんな中、自然と料理への関心は生まれていきました。高校1年生の時にはイタリアンの調理場でバイトをしていたようです。店側が無理だというのを頼み込んで3年間働いて、料理の基本テクニックはそこでマスターしました。いずれは料理に携わる仕事をしたい、そう思いながら、その後19歳でバーテンダーになってトップまで行って、次は何をしようかなと考えた時、レストラン経営をしたい、心の中でそう思うようになりました。そのために接客を覚えたいなって思った時に、男の究極の接客って何だろうと考えました。その時にホストだと思い、21歳の時ホストクラブ愛に入りました。しかし先輩は小言ばかり言って超生意気。こいつらをどうにかして黙らせることはできないか、そう思ってナンバーワンを取って売り上げで黙らせればいいじゃんって思って、実際にナンバーワンになりました。一説によれば、その先輩方を超えるために自分の名刺を通行人に配っていたようで、それはナンバーワンになってからも続きます。本当に相当な努力家です。そのナンバーワンは5年間も続き、年収は1億円を超えることもあったのだとか。そんな白崎さんはお金の魔力に取りつかれ、相当お金遣いは荒かったようです。移動はベンツ、家賃は40万円もする 4LDK。 後輩たちがどこかに遊びに行くとブランド物の財布ごと渡すなど、羽振りはめちゃくちゃ良かったようです。本当に常人の感覚を逸しています。そんな白崎さんも接客で心がけていたことがあるようです。それはみんなと逆のことをすること。例えば歌舞伎町を見て、男も女も肌を焼いていたので、まずは焼かない、足を組まない、タバコを吸わない、ピアスを開けない、ネクタイを絶対するなどです。みんなと同じ格好をすると埋もれてしまうからだそうです。そうやって努力をしていた白崎さん、決して自分を安売りすることはなかったようです。他に努力をしていたところというと、自分で自炊をすること。白崎さん曰く、格安で安い牛丼では栄養バランスが悪い、そんなものばかり食べているようでは健康的に働けるわけがないと言っていました。この言葉の裏には、親が中華料理を経営しているということもあり、自然と料理に目覚め、いつか自分の店を持ちたい、経営したいという思いがどこかにまだ残っているのかなと感じました。ホスト界を引退後は芸能界からオファーがあり、そこからバラエティ番組などに出るようになります。しかしそこではあまり芽が出ることはありませんでした。そのきっかけとして、とあるドラマに出演が決定した時にバラエティ番組を全部キャンセルしてしまったこと。
そしてホストのネタが飽きられたことなどが挙げられます。そこからは収入もなくなり、車なども売りさばき、生活の足しにしていたと言います。その後、自分の人生を変えるきっかけに出会います。それは坂上忍さんとドラマで共演をした時のこと。白崎さんが生半可な気持ちで演技をしたことにより、お前は何もできない。まずはそれを一回受け止めろと激怒されます。そこから白崎さんは気持ちを切り替え、全力で物事を取り組めるようになったと言います。今では持ち前の努力と情熱で最初の原点に戻ります。いつか料理の道に携わりたい。そして今はフードアドバイザーとして活躍をされています。あれからだいぶ遠回りをしましたが、10代の頃から夢見ていたこと、その願いが叶いました。今では資格も取って食品の研究所の方にも顔を出しているようです。黒いスーツを白衣のスーツに変えて、そして生活の方もだいぶ質素になり、10万円もしないところに住んで、交通も電車になり、ホスト時代は 4LDK のマンションとかをもらっていたようですが、今では柚子風味のポン酢をもらうようになったようです。ちなみに今の仕事でいい時の年収は1億7000万だそうです。そしてつい最近話題になったのが、期間限定でホストに復帰をしたことです。とある番組では、もうホストはやりたくないと言っていましたが、このホストをするには2つの理由があります。一つはクラブアイの老朽化により取り崩しが決定し、一時閉店になったこと。そしてそこの社長が闘病中お亡くなりになられたこと。この白崎さん、社長にすごく感謝していて、自分がこれだけナンバーワンでいたことはこの社長のおかげだし、いい意味で僕を放任させてくれたと言っています。芸能界にお誘いがあった時も前向きに頑張れよと言ってくれました。それほどまでにお互いがお互いを信頼し、支えたこの関係に恩を返すために何かできることはないかと思い、復帰を決断しました。ちなみにこのクラブアイの社長、相田さんはホストブームの仕掛け人と言われ、現在のホストの基本的な枠組みを作った方です。それまでホストは主にセレブの相手をしてチップと指名料のみをもらうやり方でしたが、この枠組みを今の基本的なやり方に変えたのがこの相田社長です。そしてホストのダークなイメージをクリーンなものにしようとする政策にも取り組みました。そして今このクラブアイは歌舞伎町で4大勢力と謳われるグループダンディに所属をしています。ちなみにローランドさんはその4大勢力の一つ KG グループに所属をしていました。話を元に戻して、そんな相田社長と芯の通った白崎さん、この2人が意気投合するのは言うまでもありません。そして復活の日、クラブアイの電話は回線がパンクするぐらい電話が鳴りやまなかったそうです。そしてその復活劇を遂げ、恩返しをした2021年4月、結婚を発表しました。料理に携わる仕事をしたい。そこから周りに回って原点にたどり着く。その時記者からこういうことを聞かれました。ホストはやってよかったですか？その問いに白崎さんは、もちろんです。人間関係を学ぶ上でやはりホストの接客術は役に立つ。僕の人生の財産だと言っています。そんなホスト時代のローランドさんは彼を見て2016年にとある記事でこんなことを言っています。この世界で一番成功したのは白崎さん。いつか超えていきたいと尊敬の念と目標として挙げていました。
彼の一生懸命さと人間らしさ、とても魅力のある人だと僕は思います。そして今日は特典としてローランドさんと白崎さんどちらがすごいのというのを、やっていこうかなと思います。まずローランドさんの一晩の最高売上は約6000万、白崎さんは約2500万、年間総売上はローランドさんは1億7000万オーバー、白崎さんは1億。ただ白崎さんの時代は SNS がない時代なので一概に比較はできません。そして最後復活した際のアクセス総合数では白崎さんが第1位、ローランドさんは第3位のようです。この時代に白崎さんが現役でやっていたらとんでもない脅威になりそうです。今日は以上になります。いかがだったでしょうか。このチャンネルでは主に芸能人や著名人の歴史を取り扱っています。他にも Twitter、ブログ、ラジオなどもやっているので、もしよければ概要欄の方に貼っておきますので覗いていってください。あと、高評価、チャンネル登録などもしてもらえると大変励みになります。では今日は以上になります。ニキオカニッキーでした。バイバイ。またね。